今回の動画ではデジタル臭さの要因の一つエイリアスノイズを実際に聞いてみます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。最近の僕の動画ではエレキギターのディストーションをデジタルで作る際に違和感のある出方をするデジタル臭さの一因である折り返し歪みエイリアスノイズについていろいろと調査をしたり、オーバーサンプリングで対策したりといろいろ実験してきました。今回はその続きなので、ぜひともこれまでの過去の2回の動画を見ていただけると楽しく見られるのではないかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、まだご覧になっていない方はまずそちらからどうぞ。ということで、これまでにエイリアス歪みについてはハイフレットの音を出した時の裏で聞こえる不快な音の例としてサンプルを出していました。スペアナで高いピークよりも低いところで左右に動いている山として視覚的に表現していました。ですけどスイープ信号での測定の時のもやもやっと見えるこのグラフって可視化はしてましたけど、音はお聞かせしてなかったんですよね。今回はそれを皆さんと聞いていきたいと思います。今回あらかじめ取得しておりますので、順に見ながら聞いていきましょう。ここから先はそれぞれの設定においてエイリアスノイズの出方を視覚的に確認します。その後それがどう聞こえるのか実際に聞いてみます。その時にまずは入力された音がどう歪んでどう高調波が立って、それが折り返ってどういう風にエイリアスノイズが聞こえるのかといったところをまず聞いてみます。その後ですね、できる限り高調波は落として折り返ってくる成分ができるだけ聞こえるようにという風な形で取得してみました。ちょっと原音も漏れて聞こえてしまってますが、そんな感じで各種設定でどのように聞こえるかといったところを視覚的にも聴覚的にも確認していきたいと思います。なので、ここからはグラフの確認、出力の確認、アーティファクトの確認、この3点で進めていきます。まずはですね、ナムとしてはナムオンステロイズを使っていきます。で、一番最初に基準となる何もナムを入れていないただのスルーになっている状態、これの結果を見ていきましょう。この場合は入ってくるスイープ信号がそのまんま出力されていきます。なので歪みによる高調波も出ていなければ跳ね返ってくることによるアーティファクトもありません。ではここを基準に順に見ていきます。ではナムで音を歪ませた時のトーク性について確認していきましょう。これは前回も使った5150のフルリグに音を通した時の、波形になってます。基準のスイープに対して整数倍に倍音が出ています。それが高いところで折り返ってだんだんこう降り注いでいるような、そんな風な波形になってます。で、こちらが A2 アルゴリズムなんですけど、オーバーサンプリングなしの状態ですね。で、ちなみに ASR としては -27.72 でした。ではこちらの音を聞いていってみましょう。まずはオーバーサンプリングなしの音です。こんな感じでね、高い音が入ってきている時にこの辺に横に動く山が見えますね。ではこれを極力アーティファクトに注目して聞いてみましょう。
いかがでしたでしょうか。まさにこの降り注いで下から反射してみたいな感じの画面で言うと、ここの左右にこう高い方から低い方に移ってまた高くなっていってみたいな、そういう波形が見えたかと思います。もう一回見てみましょうか。みたいな感じですね。これがアーティファクトです。なのでこれがオーバーサンプリングなしの時ですね。ですね、じゃあ次は2倍のサンプリング、オーバーサンプリングをやった時で見ていきましょう。これがオーバーサンプリングなし、2倍だとこのぐらいで、割とこの辺がすっきりしてきたかなって感じですかね。数字で言うとマイナス 36.71 ということで、10デシぐらい、9デシぐらい、改善してるってことになります。それじゃあその状態で音を聞いてみましょう。やっぱりね、この辺にこう横に動くのが見えたんじゃないかなと思います。これもアーティファクトに注目して聞いてみましょう。こんな感じですね。やっぱり2倍にすることで少し減ったかなって感じですね。では続いて4倍見ていってみましょう。4倍だとさっきの2倍からこの辺ね、この辺見といてくださいね。この辺がこんな感じに、だいぶこの辺がスッキリするのかな。折り返しが抑制されていくのが4倍かなってところですね。でこの時の数値的にはマイナス 49.32 ということで、さっきと比べてさらに13デシぐらい良くなってます。4倍にすると13デシぐらい良くなりますってことのようなので、じゃあ4倍の音も聞いてみましょう。まずフィルターなしです。はい、いかがでしたでしょうか。まだちょっと横に動いてるのが見えるかなって感じがしましたね。音としてじゃあどれぐらい聞こえるのかっていうのももう一回、フィルターされたもので聞いてみましょう。はい、こんな感じで聞こえるのが4倍のオーバーサンプリングですね。じゃあどんどんいきましょう。8倍です。8倍だとマイナス 60.29 まで改善するっていうのが分かってます。その時の絵がこれで、そうですね、だいぶこの辺綺麗になってるかなって感じですね。じゃあこれで音も聞いてみましょう。
だいぶ折り返しも小さくなったんじゃないかなって感じがしますね。じゃあ高調波にフィルターをかけてもう一回聞いてみましょう。はい、だいぶノイズは小さくなりましたが、まだいるなって感じですかね。まあでも SN 考えるとだいぶもう聞こえなくなってきてんじゃないかなって感じはします。はい、じゃあ最後かな。A2 でうちの環境だと16倍までがまともに動くので、16倍だとマイナス67の ASR になってました。この状態でもう一度音を聞いてみたいと思います。はい、16倍だと僕の耳にはもう折り返し聞こえてないっていう風に評価しちゃってもいいんじゃないかなっていう風に思いました。ではこちらもフィルターをかけて折り返し成分に注目して聞いてみましょう。はい、こんな感じでさすがにフィルターをかけちゃえばアーティファクトも聞こえるっちゃ聞こえるんですけど、でも他にちゃんとそのメインの信号が鳴ってればそれにマスクされちゃうと思うんで、もう気にならないレベルになってくるのかなって思いました。なのでオーバーサンプリング16倍ぐらいだと本当にもうだいぶ折り返しもなくなってくるのかなっていうのが今回の実験の結果かなと思っております。はい、ということでですね、今回の動画はとにかくこのデジタル臭さの部分だけ抽出して実際に聞いてみようっていうことでやってみました。で、オーバーサンプリングの倍率を高くしていけばアーティファクトは消えていくというか、だんだん聞こえなくなっていくということもちゃんと聴感上でも確認できたかなと思います。またディストーションをかけた音と一緒に聞いてみるとアーティファクト自体はオーバーサンプリングを上げていけばどんどん小さくなっていくので、ある程度倍率上げていけば実際に弾いてる時には気にならなくなっていくんじゃないかなっていうのが、こうやって聞いてみても納得できるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、ちょっと今回もマニアックな内容ではございましたが、これまでにも絵にして映してましたこのデジタル臭さの部分について聞いてみようっていう、そういう回でした。はい、では今回の動画はここまでとなります。こんなマニアックな検証動画にお付き合いいただき本当にありがとうございます。ということで、今日はここまでといたします。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。